録画するときのカメラの視点を Python で設定する方法を説明します。3D ワールドのカメラの位置をあらかじめ設定し、シミュレーション中に自動で動くようにします。E カタログのタイプ別モデル。レイアウトを開きます。マシーンテンディングを追加します。3D ワールドの視点を変更します。L 側からモデルの全体が見える位置に視点を調整します。手前にあるコンベアの中心に視点の中心を合わせます。コンベアの上面を右クリックし、3D ビューの中心をクリックします。3D ワールドの視点をビューエディターに保存します。ツールバーのビューエディターをクリックします。ビューエディターウィンドウが表示されるため、プラスボタンをクリックすると、現在の視点が追加されます。名前をビュー01に変更します。3D ワールドをクリックし、ビューエディターウィンドウを閉じます。視点を変更します。コンベアに向かって視点をズームインします。ツールバーのビューエディターのプラスボタンをクリックし、視点を追加します。名前をビュー02に変更します。視点を変更します。視点をズームアウトと回転し、ロボットと加工機が映るように調整します。ツールバーのビューエディターのプラスボタンをクリックし、視点を追加します。名前をビュー03に変更します。視点を変更します。視点を回転し、コンベアと3次元測定器が映るように調整します。ツールバーのビューエディターのプラスボタンをクリックし、視点を追加します。名前をビュー04に変更します。視点を変更します。視点を回転し、加工機が L 側、3次元測定器が R 側になるように調整します。ツールバーのビューエディターのプラスボタンをクリックし、視点を追加します。名前をビュー05に変更します。ビューエディターに保存したカメラの視点がシミュレーション中に01から順番に再生されるようにアニメーションを設定します。ホーム、カメラアニメーターから手動で設定することもできますが、今回は Python で設定します。モデリングタブを開きます。ロボットを選択します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを選択します。Python スクリプトダイアログが開くため、ソースコードを削除します。視点を変更する際に使用できるソースコードがヘルプに用意されているため、コピーして使用します。ヘルプタブを開きます。Python API をクリックすると、ヘルプダイアログが表示されます。目次、ジャパニーズ、VC アプリケーションを開きます。メソッドをクリックし、レイアウト項目までスクロールすると、クリエイトレイアウトアイテムがあります。クリエイトレイアウトアイテムは、レイアウトに関するアイテムを作成することができます。クリエイトレイアウトアイテムの定数は、レイアウトアイテムのリンクをクリックすると確認できます。レイアウトアイテム定数にビューアニメーションがあります。ビューアニメーションは、シミュレーション中にカメラを動かして、視点を変更しながら録画することができます。VC ビューアニメーションのリンクをクリックすると、動作の説明や仕組みが表示されます。スクロールすると、VC ビューアニメーションの使用例が表示されます。使用例のソースコードをコピーします。Python スクリプトダイアログに貼り付けます。def Create View Animation と記述し、Create View Animation の関数を作成しています。関数を作成する必要はありませんが、カメラの動きを変更する必要がある場合、関数を定義しておくと役立ちます。app =get application と記述し、アプリケーション情報を取得します。item app.find layout item view animation と記述し、ビューアニメーションのレイアウトアイテムを取得します。
if not アイテム。アイテムイコールアップドットクリエイトレイアウトアイテム。ビューアニメーション。と記述し、ビューアニメーションのレイアウトアイテムが存在しない場合、レイアウトアイテムを作成します。プログイコールアイテムドットプログラムと記述し、ビューアニメーションのプログラムを取得します。ルーティーンイコールプログドットメインルーティーンと記述し、ビューアニメーションのメインプログラムを取得します。ルーティーンドットクリアと記述し、メインプログラムをクリアし、初期化します。21行目以降はカメラの動きを設定しています。21行目から23行目でビュー01の視点を設定します。vs イコールルーティーンドットアットステートメント vc アンダーラインステートメントアンダーラインビューと記述し視点を移動します。vs.delay イコール 4.0 と記述し視点を4秒間かけて移動します。vs.view と記述しビューエディターの中から移動したい視点を参照します。視点がビュー1になっているためビュー01に変更します。26行目から30行目でビュー02の視点を設定します。vs イコールルーティーンドットアットステートメント vc アンダーラインステートメントアンダーラインディレイと記述し次の視点に移動するまでその場で待機します。vs.delay イコール 4.0 と記述し4秒間待機します。vs イコールルーティーンドットアットステートメントvc アンダーラインステートメントアンダーラインビューと記述し視点を移動します。vs.delay イコール 4.0 と記述し視点を4秒間かけて移動します。vs.view と記述しビューエディターの中から移動したい視点を参照します。視点がビュー2になっているためビュー02に変更します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ビュー01に視点が移動する際に4秒間かけて移動せず、すぐにビュー01に移動し、8秒間待機していることがわかります。シミュレーションをリセットします。ビュー01に4秒間かけて移動するように修正します。Python スクリプトアンダーライン2を開きます。ビュー01に4秒間移動するソースコードを読み込む前にプログラムが処理されているため、すぐに視点が移動してしまいます。ビュー01のソースコードの前に遅延を発生させ、ソースコードを読み込む時間を確保します。26行目と27行目のソースコードをコピーします。21行目の前に貼り付けます。vs.delay イコール 4.0 を 0.1 に変更し、0.1 秒遅延させます。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ビュー01に約4秒間かけて視点が移動します。ビュー01で4秒間視点が待機します。ビュー02に4秒間かけて視点が移動します。シミュレーションをリセットします。ビュー03から05の視点のアニメーションを追加します。Python スクリプトアンダーライン2を開きます。28行目から32行目をコピーし、下の行に3回貼り付けます。38行目の vs.view イコールビュー02をビュー03にし、視点をビュー03に変更します。44行目の vs.view イコールビュー02をビュー04にし、視点をビュー04に変更します。50行目の vs.view イコールビュー02をビュー04にし、視点をビュー05に変更します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ビュー01に約4秒間かけて視点が移動します。ビュー01で4秒間視点が待機します。ビュー02に4秒間かけて視点が移動します。ビュー02で4秒間視点が待機します。以降同様にビュー03から05の視点が移動と待機を繰り返します。
シミュレーションをリセットします。ビュー01にすぐに視点が移動した後、4秒間待機するよう変更します。Python スクリプトアンダーライン2を開きます。24行目の vs.delay イコール 4.0 を 0.0 に変更します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ビュー01に視点が移動する際に、すぐにビュー01に移動し、4秒間待機します。ビュー02に4秒間かけて視点が移動します。ビュー02で4秒間視点が待機します。以降同様にビュー03から05の視点が移動と待機を繰り返します。Python で作成したカメラの動きをカメラアニメーターで確認します。ホーム、カメラアニメーターを選択します。カメラアニメーターウィンドウを確認すると、カメラの動きが設定されていることがわかります。録画するときのカメラの視点を Python で設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。